緊急で動画回してます行ってみたかった。うわ、なんかいっぱいついてる。もうどこ行ってきた昨日ちょっと遠いな。昨日ですね、熊本で結構大きな地震がありまして、夕方ですね、昨日の18時頃、ここ阿蘇地方を震源とする地震、震度5弱だったかな、5強、結構揺れたんですよ。ただ全然我が家は何ともありませんでした。もう銀もヨナも全然平気な顔してて、ランプだけね怯えてガタガタ震えてましたけど、なんか昨日ね、朝からね、朝雷が鳴ってて、でランプ雷大嫌いなんで怯えてて、で今度は氷が降ってきて、すごいバラバラ音がしてて、またランプが震えててで夕方にとどめで地震が来るっていう。もうランプはその天変地異に弱いので一人で怯えてましたけどね。その後もね、結構ね、昨日の夜余震がずっと細かくあったんですよね。だからちょっとしばらくまた注意しとかないと危ないですね。ただこの地震自体が2016年の大地震の余震なんじゃないかなっていう話もありますけど、まあ分かんないですね。とりあえず無事でしたということで。なんだっけ、ただね、2016年の時がなんだっけ、震度7だっけ、忘れちゃいましたけど、あの時はね、さすがにね、揺れた時にもうこのまま家がぐしゃっと潰れちゃうなって思ったんですよ。本当にちょっと死んじゃうと思ったんですけど、昨日のはねそこまででもなかったんですよね。だから割と平気なんですけど、でメインチャンネルのこの間の金曜日の動画、皆さん見ていただけましたよね。ミュージックビデオなんですけど、最近僕が公私ともに忙しくて、公私って何が公で何が私なのかって聞かれると分かんないんですけど、なんかいろいろとバタバタしていて、動画に見えるところも見えないところも、主に見えないところでバタバタ忙しくて、結構もう心身ともに結構疲れていて、それでちょっと休もうと思って、今日はお休みにしようと思って、なんかネットフリックスとかで映画でも見ようかなと思うんですけど、どうもね、やっぱりね、心が疲れてる時ってなんかエンターテインメントを受け付けないというかなんかね、どんなにその穏やかな音楽とか映画とか小説とかでもね、やっぱり刺激になっちゃうんですよね。だからなんか疲れちゃって、ただ何にもないのも寂しいなと思って、そうだ、僕が先週作った動画があるじゃないかと思ってずっとね、先週の金曜日から何日もね、僕自分で作った動画を繰り返し再生して見てるんですよ。再生回数の大半は僕なんじゃないかと思うくらい繰り返し見ていて、さすがにね、全部自分が作ったものでしょ。だからストレスがないんですよ、見ててもなんかもう水のように吸収されるというか、当然なんですけど、自分のなんていうか、自分のこの成分しかないので
拒絶反応が出ないっていう。でね、よく考えてみるとイヤホンつけた、これって結構ずっとね20年15年ぐらい前から僕がなんとなくやりたいなと思っていたことの一つの完成形かもしれないなと思ったんですよ、この間の金曜日の動画。なんていうか自分が作った場所で自分が撮影した動画を自分が作った音楽を載せるっていう、全部自分で完結してるっていう、純度 100% 僕っていうものをね作りたかったんですよ。例えば小説家がね、この小説を映画化したいなと思って小説を書いたとするでしょ。でもその小説から映画になるまでにまあいろいろあるわけじゃないですか。いろんな人の手を使って事情とか考え方を経て、で完成したものって結構自分が最初に思ってたものと全然違うものになってると思うんですよ。ただそれ全部一人でできれば自分が思った通りのものができるじゃないですか。でもちろんいろんな、例えばその原作の小説があって映画監督がいて脚本家がいて俳優さんがいて、で美術さんとかいろんな人の手で一つの作品に仕上げていくっていうのは、それはそれですごくいいものになる。最初に思い描いてたものよりも良くなる場合もすごくたくさんあると思うんですけど、結構ね僕は大半こんなはずじゃなかったのにって思うことの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。最初から一人でこういうものを作りたい、で自分が思う好きなように思った通りに一つの作品として作り上げた。それが結果良くなかったとしても、人に受け入れられなかったとしても、それは自分の責任なんですよ。自分が才能がなかったんだなって。作品にいろんな人の手が入ってると、その作品が良くなかった場合に、なんかあいつのせいだ、あの監督のせいだ、脚本家のせいだ、プロデューサーのせいだって僕は思っちゃうと思うんですよね、原作者だったら。だからね、成功しようが失敗しようが全部自己責任、自分で全て完結するものっていうのを作りたいなっていうのをずっと前に思っていて、なんか結構それが一つ形になったなという気がしています。っていうかまああくまで入り口が開いたぐらいの感じですかね。まだまだやりたいことはあるので、この調子でね続けていこうかなと思っています。心がざわざわするときは工具箱の中を整理しつつ、工具の手入れをサビを落としたりちょっと油をさしたりするのがねすごくいいんですよ。でね、これはね僕の新しい工具箱、新しい工具箱ですけど古いものです。あれどこやったっけ、家どこやった俺の工具箱、あれどこやったっけ、あれどこしまった、あっちにしまったのか。じゃあいいな。なんか今までプラスチックの工具箱を使ってたんですよ。で普通にホームセンターで買った安いやつです。1000円ぐらいのやつ、
それをね結構何年も使ってて、でもなんかこういう金属、ちょっと銀邪魔だな、またお尻向けてカメラにこういうね金属の工具箱が欲しかったんですけど、こういうのってね、これメイドインジャパンのやつなんですけど、結構ね、そうそう、これも日本製のこういう工具箱、こういうのがね、物はいいんですよね。物がいいから結構高いんですよ。でね、今も新品で売ってるのかな、なんか似たやつはアマゾンとかでよく見るんですよ。ただなんか中国製とかのこの形を真似したやつみたいなのは売ってるんですけど、なんか多分これは死ぬまで使うのでね、僕が100歳まで生きるつもりなのでまあ、あと45年ぐらいは使うと思うんですけど、この金属のやつが欲しくて、でね、僕がよく行く古道具屋さんに行くたびにいつも道具箱ないかなと思って見てたんですけど、ずっとなくて、この間行った時にようやくこの2つが売ってたんですよ。しかもすごく安かったなので、ようやく手に入れることができまして、可愛いでしょこれ。なんか色もいいですよねこれ赤で。最近一番嬉しかったものですまあちょっと早めの自分へのクリスマスプレゼントですね。今日はとりあえずみんな無事だったよって、We are OK ということで緊急で動画を回してみました。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。